皆さん、こんにちは。エマです。優しい日本語でいろいろなお話をお届けするエマのポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私は今日もいつも通り元気なんですけど、皆さんも元気に過ごしてらっしゃいますかね？そしてきっと皆さんすぐに気づいたように、初めてこの動画でメガネをかけました。私は別に目が悪いわけじゃないので、全然ね、視力もいい方なんですけど、ブルーライトカットのためにこうやってメガネをかけることが多いんですね。そして今日なんでこんなメガネをかけているかというと、今日はちょっといつもと違った雰囲気を皆さんに感じてほしいなと思います。どういうことかというと、いつもよりのんびりゆったりとした雑談をしていくので、なんだかいつもと同じように、今日も新しい日本語を覚えなきゃとか、文法を勉強しなきゃとか、そういう勉強っていう感じよりも、ただただリスニングとしてちょっと日本語を聞きたいなとか、リスニングを練習したいなっていう人のための動画なので、今日はゆったりとした感じで皆さんにお届けできたらいいなと思っています。そして今日は何をお話ししていくかというと、私のソーシャルライフ、人付き合いについてお話ししていきます。なのでそういった今日は日本語の文法とかフレーズとはまた違って私のことですね。私自身のことについて簡単なわかりやすい日本語でお話ししていくので皆さんも今日私が使っているような日常で使えるような言葉を勉強していってもらえたらいいなと思います。そして勉強ではなく楽しんでいってくださいね。では皆さん今日も始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけど、その前に皆さん後ろを見てもらったらわかると思うんですけど、なんか映画好きが現れていますね。私が映画が好きだってことがもろに現れている部屋なんですけど、どうですか？私の大好きなパルプフィクションのポスターが貼られています。まあ、そんなことは置いといて、本題に入っていくんですけど、まず、皆さんにきっと何回も何回も言っているように動画の中で、私は結構人とコミュニケーションを取ることとか、あんまり得意じゃないんですね。友達も結構少なかったり、そういった人付き合いが苦手なんです。誰かと付き合うこと、友達とか家族ともそうだし、そういった風に誰かとコミュニケーションを取ることっていうのがすごく苦手なんですね。それで最近悩んでいることがあって、これはどういうことかというと、なんだかそれってダメなことなのかなって思うんです。なんか友達が少ないこと、人とコミュニケーションを取るのが苦手なこと、人付き合いがうまくできないというか、すごく疲れてしまうんですね。誰かと遊びに行った後とか、一対一で誰かと会話をした後とか、すごく疲れてしまうことが多いんです。で、これは私もなんでかわからないんですけど、もうね、ずーっとそうなんですね。小さい頃からそうで、自分の思ってることを相手に伝えたり、そういう自分の感情ですね。今楽しいとか嬉しいとか、そういうポジティブな感情もそうだし、逆にこれはされて嫌だなとか、それはやめてほしいとか、そういうネガティブな感情、嫌だと思ったことも伝えることができないんですね。最近は少しずつできるようになってきたんですけど、学生時代、高校生の時とかは本当にひどくて、私はよく八方美人って呼ばれてたんですね。八方美人。
これは美人っていう言葉があるからって、そういう美人だねとかそういう意味ではなくて、八方美人っていうのは結構ネガティブな言葉なんですね。これは誰にでも愛想がいい人、誰にでも愛想よく振る舞う人、こういうちょっと嫌なことをされたとしてもそうだし、別に苦手な人、好きな人関係なく、ニコニコして振る舞う人、きっと皆さんの周りにもいるかもしれないんですけど、そういう人のことを八方美人というふうに呼ぶんですね。そして私は実際にきっとそうなんですね。今はそんなことないかもしれないけど、高校生の時は本当にそうで、でもこれは誰かと仲良くしたいとか、誰かに好かれたいとか、そういう思いでしてるんじゃなくて、本当に無意識なんですね。そういうポジティブな気持ちよりも、なんだか嫌われたくないなとか、いざこざを起こしたくない、喧嘩になりたくない、悪い雰囲気になりたくない、こういう悪い雰囲気とかをいざこざって言うんですけど、こういういざこざを起こしたくないから、なんだか、まあいい感じに、ちょっと、なんていうの、誰も傷つかないような距離感で接することがとても多かったんですね。で、これはもう少しわかりやすく説明すると、パーソナルスペースですかね。パーソナルスペース。これは、誰か、人が入ってきてほしくないスペースのこと。このパーソナルスペースに誰かが入ってきたら、ちょっと嫌だなとか、辛いなとか、そういう風に感じてしまうスペースのことなんですけど、私は多分このパーソナルスペースがすごく広いんですね。どういうことかというと、パーソナルスペースが広いと、この自分の守っているスペース、これ以上入ってこないでっていうスペースがかなり広いんですね。なので、これが広いとどうなるかというと、やっぱり自分の感情を伝えることも難しいし、人と深く仲良くなるっていうことがすごく難しいんですね。実際に私は、誰かとすごく仲良くなる、あんまり人に言えないような悩みとか、そういうのも言えるっていう人がかなり少なくて、というか一人しかいないんですね。もちろん一人いるっていうのもすごくありがたいことなんですね。私にとって。私は家族でもそうだし、学生時代のクラスメートでもそうだし、もちろん仕事関係の人でもそうだし、あんまり自分の思ってることを伝えることっていうのがすごく難しいんですけど、その一人親友がいて、その子は何でも言えちゃうんですよね。何でも言えるし、なんかその子に対してはパーソナルスペースがすっごく狭くなるんです、私。本当にパーソナルスペースあるってくらい何でも OK になるんですね、その子に対しては。で、これはなんで私こんなに違うんだろうって思ったんですね。パーソナルスペースがすごく広い人もいれば、すっごく狭くなれる友達もいるんですね。で、この違いは何かなって考えると、その子は私の話を私の言葉で、私の感情を私の言葉のまま受け取ってくれるんですね。ちょっと難しい言い方をしちゃったんですけど、どういうことかというと、結構私は家族でも他の友達、そんなにめっちゃ仲良くなりきれていない友達でもそうなんだけど、私が話している途中に私が私の考えとかそういうのを私の言葉で説明している途中に、あ、わかるとか、あ、それってこういうことだよね。俺もこうだよ、みたいな
かぶせてくる人がすごくすごく苦手なんですね、ちょっと。っていうか、ほとんどでも人ってそうだと思うんです。共感とかがあるから、うわ、わかる、めっちゃわかる、そういうのわかるとか、日本ではとても多いんです。人が話している時にかぶせてくるっていうのが、でもこれは一種の日本人の話し方の特徴でもあるんですけど、共感するということ。でも私はこの共感がすごくすごく苦手なんですね。もちろん共感してくれるっていうのはすごく嬉しいし、私も人に共感を示す、共感することっていうのもあるけど、これを前面に出されるっていうのがすごく苦しいなって思うことが多いんですね。なんかもちろん分かってくれるっていうのはとてもありがたいことだけど、私が話している途中、私がまだ考えがある途中に、それってこういうことでしょって、その人の言葉というか、その人の考え方で解釈されてしまうっていうのが、すごくすごくちょっと辛いんですね。だから私はあんまり人に心を開くことっていうのが得意じゃなくて、なるべく自分の意見は言わずに、いい感じに終わらすというか、ちょうどいい距離感を保つっていうのが、自分で言うのもなんだけど、すごく得意なんですね。そこまで仲良くなりきらずに、でも別に仲が悪いわけじゃなくて、ちょうどいい距離感でとどめるっていうのが結構得意な方だと思うんですね。自分でも多分なんでこうなったのかはわからなくて、きっと小さい頃からの積み重ね、自分がどういうふうに人と話してきたかとか、そういうことの積み重ねでこういう今の私が出来上がってると思うんだけど、唯一その親友だけが私の意見を最後まで聞いてくれるんですね。もちろん他にもたくさん仲のいい人はいるんだけど、その親友以外とは結構人と話した後、誰かと遊んだりして家に帰った後に、すごく疲れがどっとくるんですね。なんかもう丸一日ないと回復できないくらいのエネルギー量を使ってしまうんです。無意識のうちに。もちろん家族のことも友達のことも大好きだけど、でもやっぱり疲れてしまうんです。でもその親友とは違う。その親友といる時間は逆になんだか落ち着くんですよね。一人でいる時以上の安心感。なんかね、なんて言うんだろうね。難しいけど、その子は私の言っていることを、私の感情そのまま、例えば私が嬉しいものは嬉しい。私が幸せだと思ったことは幸せだし、私が嫌だと思ったことは嫌だ。そういうふうに捉えてくれるんですね。私の言葉そのまま。私の、私自身の言葉を聞いてくれる子で、だから私はその子のことが本当に大好きなんですけど、なんか難しいですよね。もちろん、その友達のことはみんな好きだし、家族のことも好きだし、一緒に働いてる人のことも好きだけど、どうしても疲れてしまうんですよね。だから私はね、結構一人で過ごすっていうことがとても多いんですけど、でも私がこの今日のポッドキャストで伝えたいことは、私はさっきも言ったように本当に信用できる人、何でも話せて、私の本当の私、素の私を見せることができる人っていうのは一人しかいないけど、でもそれでもすごく幸せなんですね。だから私はその子を大切にしたいなと思うし、同じようにその子にも
なんて言うんだろう。なんか辛い時とか、苦しい時とか、嬉しい時とか、そういうのを、そのまま表現できるような人でありたいなって思うんですね。人と目を合わすことが苦手なんですよ、私。誰かと目を合わせて話すことっていうのがすごく苦手で、なんか人の目を見て話すと、人と目を合わせながら話すと、なんだかすごく緊張するんですよね。自分の顔を見られているっていうのもあるかもしれないけど、顔だけじゃなくて心も見られてるような気持ちになることがあって、なので、私、人と話すときはカウンター席で話すことがすごく多いんですけど、居酒屋とかカフェとか行っても隣に座ってくれる人が大好きで、でも、なんだか本当にわからないんだけど、その親友とは別にカウンター席でもテーブル席でも大丈夫なんですね。目を合わせることも余裕でできちゃう。私はきっとそういうのが本当の友達というか、本当に自分にとって安心できる人なのかなと思います。もちろん何回も言うけど、みんなのこと大好きだけど、家族も友達も好きだけど、その、私が心を許せる人、何でも話せる人は一人しかいない。けど、すっごく幸せ、その一人がいることで。だから、私は本当に感謝してます。その子がこの動画を見てるかはわからないけど、なんか、登録はしてくれてるみたい。嬉しいですね。そう、その子がね、本当に私の人生にとって一番大切な人だなと思います。何がきっかけでここまで仲良くなったか、多分ね、その子もわからないし、私もわからないんだけど、気づいたら親友になってて、なんか、本当に大切ですね。なんか大丈夫かな、すごくゆったりしたのんびりした雑談になっちゃったんですけど、皆さんどうでしたか？楽しんでいただけましたかね？なんかこういう風に人と話すのが辛いなとか、人とコミュニケーションを取るのが苦しいなとか感じるのは私だけじゃなくて、きっと皆さんの中にもたくさんいると思うんですけど、いつか、今はそういう親友と呼べる人が、そういう心を許せる人がまだいないかもしれないけど、私みたいに急にそういう人が現れるっていうのもあると思うんですね。だから今苦しいなと思っている人は、うん、あんまり悩まずに、私もね、すごく苦しい時があって、本当に辛かった時があったんだけど、今もこうやってなんとか元気に過ごしてるから、苦しいなって思う人は、もちろんそういう心が許せる人がいたら、そういう人に相談したらいいと思うし、そういう人がいないなっていう人は、私みたいに映画をたくさん見たり、好きな楽器を弾いたり、そういう自分の好きなことに熱中するっていうのも大切なことだと思います。だからこの動画を通して言いたいのは、みんなは一人じゃないし、うん、きっといいことはたくさんあると思います。私がね、何を知ってるんだよって思うかもしれないけど、うん、やっぱり苦しいことまみれじゃないですか、人生って。本当に苦しいことがたくさんあるけど、その分幸せなことももっともっとたくさんあるなと思うから、今悩んでいる人は、ちょっとでも楽に生きれるような、そういう感じ、そういう何かを見つけてほしいなと思います。だから辛い時は、全然
私のコメントに送ってもらっても大丈夫なので、みんな一人じゃないよっていうことをこの動画を通して言いたかったんですけど、なんか、すっごい重たい話になっちゃいました。ごめんなさい。どうかな？楽しんでいただけましたか？今日はいつもと違った感じで、なんだかゆったりのんびり、そんなに日本語にこだわらずに、日本語の文法とか単語にこだわらずに、ゆったり聞いていただけたんじゃないかなと思います。今日のね、動画も楽しんでいただけていたらとてもとても嬉しいです。では皆さん、グダグダになっちゃったんですけど、ここまで聞いてくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしくださいね。じゃあね。